さて唯一無二のゾンビハクスラゲーとなり得た作品のスピンオフが登場するも、日本のみ表現規制がかけられ、やや炎上気味とのことで、今回はダイイングライト・ザ・ビーストの紹介を行います。こちら元はダイイングライト2の DLC として登場する予定だったものが、2自体があまりに内容量が膨れ上がったため、方針変換で個別に発売された作品です。新規一点ということで、より残虐さを売りにしており、ファンの人は楽しみにしていたことでしょうが、ところが日本版は規制がかけられ、まろやかなゾンビゲームになってしまいました。2作目好きならば、その差は歴然です。本来 Steam では日本の規制は通さず販売できるため、家庭用版に巻き込まれた形になってしまいました。ストアページを見ると次のように書かれています。日本版ダイイングライト・ザ・ビーストは海外版から下記の変更を行い、セロ Z を取得しました。これらの変更により残虐表現が全体的に緩和されていますが、日本のプレイヤーの皆様は海外版をプレイしているフレンドとシームレスでコーププレイをお楽しみいただけます。海外版からの変更点、ゾンビのモデルとマップオブジェクトから内臓表現を削除しました。顔面と胴体の欠損モデルを削除しました。女性感染者のモデルをいくつか変更しました。ヌード表現を削除しました。この文章を見て怒る人もいることでしょう。ここのコープの下りに至っては、残虐表現への規制を行いましたではなく、残虐表現が全体的に緩和されていますが、と、もう利点でも何でもないものね、あたかも利点に見せようとして、打ち消しにもなっていないという書いている人も苦しかろう文章になっています。セロ Z を取得しましたと言われても、PC は関係ないわけで、これを発売当日に知らされた側からすると、がっかりこの上ありません。なぜこうなってしまったのかですが、考えられる理由の一つとしてはコストの問題です。家庭用版と PC 版を別々にすることは手間が生じるため、一緒にしたというものです。よって今後評判が高く、売れ行きが良く、日本ユーザーも増え要望の声が多ければ、PC 版は規制がなくなる可能性もあります。ダイイングライト1作目が同じ問題で炎上し、規制が削除されたことがあります。Steam では日本の人のマイナスレビューが飛び交っており、また日本人は低評価をつける傾向が多い、みたいな日本人叩きを行う輩の出しにされそうです。そもそもなぜ海外では問題ないとされる大人向けのゲームに規制が必要なのかですが、日本の古来から続く慣習としか言いようがありません。今やインターネットの到来により国ごとの表現規制があまり意味をなさなくもなってきています。セロは日本のゲーム会社が法律や社会的批判に引っかからないように自主的に規制を行ってくれる法人ですが、時代に追いついていない部分もあるのでしょう。発売前に規制がある旨を発表しない理由はこれまた色々ありそうです。連絡の不備が発生するというものです。例えば制作は海外の開発会社で規制をさせられる側でもあるため、別バージョン対応してくれているという観点があります。作ってる側はそのままで遊んでほしいわけで、規制があるとわざわざお金を費やし、表現を抑えたバージョン制作が必要になります。よってここまでやったんだから、あとはそちらでやってくれと、Steam 日本語ページはどうするのかとか、日本との連携部分でうまくいかない部分があったのかもしれません。もしくは Steam には日本の開発会社が作った日本のゲームを日本人に売らないというおまくにという現象がありまして、ここら辺に付随した何かがあるのかもしれません。陰謀論ですが、家庭用版のみ規制されるのは不公平だということで、さすれば PC も的な動きがあるとかです。ちなみに Xbox 版はよくある裏技で規制なしの日本語版が遊べたり、あるいは PC でもダイイングライト2の一番高いエディションを過去買っていた人は整合性チェックを行うと規制なし日本語版が遊べるという情報はあります。ここでそもそも今作の元となるダイイングライト2はどんなゲームなのかですが、度重なる大型アップデートでゾンビハクスラの決定版になっていました。AAA であり、サイバーパンクや UBI ソフトのゲームと同じ規模で、ストーリー性、ボリューム面、品質面がとんでもなく高く、一生遊べる系です。特徴はパルクールと戦闘の両立にあります。360度ダイナミックに画面を駆け回り、建物にしがみつきよじ登り、高速で追いかけてくるゾンビから逃げ回るだけでも経験値を得られます。戦闘と同等にパルクールアクションがどんどん増えるスキルツリーもあり、広大な世界を移動するだけでも楽しめるゲーム性です。その上、ディアブロ系戦利品採用により、アイテム掘りが楽しめます。発売当初はギアシステムはそこまででもなく、武器は何回か修理すると壊れて失われる仕様でした
した。一応隠しアイテムを見つければ無限に修理できましたが、後のアップデートで店で制限なく修理が可能になりました。加えてより上位のレアリティや特殊装備などこれでもかと追加し、永遠とゾンビを狩るハクスラゲーとして完成したわけです。ストーリーも面白く、どの勢力につくかの分岐もあり、DLC も発売され、巨大ビル内を攻略するダンジョンも追加されたりと、これでもかと更新が続けられました。なぜこんなにアップデートされるかは一作目もそうでしたが、初めから歌ってるためです。それを兼ねた価格設定にもなっており、よって世の評判がとても高い作品となり得ています。開発の方もインタビューで、ダイイングライト2は3になったと言えるくらい大きくなったと答えられていました。プレイヤーとともにゲーム側も成長するゾンビゲーです。ここで今作ダイイングライト・ザ・ビーストはスピンオフとして2を踏襲して作られましたが、いくつか新たなシステムがあるほか変更された部分もあります。武器の修理がまた回数制限ありになっています。リソース管理的なサバイバル感を強調するためにそうしたのかもしれません。装備は現地調達でやりくりするというものです。メインストーリーは20時間ほどで終わるともあり、DLC にしては大きな内容で、価格帯はフルプライスに近く8090円であり、少々高めな設定です。繰り返しプレイが前提ならば装備集め部分も楽しみたいため救済措置は欲しいところです。これはまた今後のアップデートに期待です。一番大きな特徴はビーストモードで、今までは逃げる側でしたが今作は捕食側にもなれます。一定時間超強くなれます。また一作目と同じく序盤から重機が登場し車にも乗れます。その他プレイ感触はまんま2です。ただしゴア表現が非常に薄くなっており戦闘に味気がありません。2作目が未体験ならば2から遊ぶのが圧倒的におすすめです。2を遊び尽くしてなおかつ規制がなくなったら今作ザ・ビーストをおすすめします。発売日は2025年9月19日で PC のほか PS5、Xbox にも対応しており PS4 版は最適化後に登場する予定とのことです。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ダイイングライト・ザ・ビースト。これ1作目のあらすじですかね。とりあえずニューゲームから。難易度サバイバル？これがバランスが取れてる。程よく難しいんですかね。やられてしまうと経験値を失うか。他にはストーリーが簡単なのかな。ブルータルがやばそうだね。今のところ3段階だ。これはイマーシブにするとほとんどのね、この画面 UI、それは非表示になる。没入モードですね。すごく難しいんじゃないかな、逆に。照準とかも消えるんじゃないかな。オンラインはとりあえず今回はシングルプレイヤー。これでいいかな。どこら辺に規制があるんでしょうね。さあ、こっから動かせるっぽいですね。よし。まずは無線を取るんだ。うわぁ。体が言うこと聞かない。調査する。なんか動いてるぞ。クイックアタック。左クリック。こいつ完成しますね。ほら、クイックアタック。左だけど、右手で殴る。長押しで、ためパンチ。ほらスタミナ使いますね。あ、全部硬いのこいつ。さあやりましたが、今のところ広いものはなしか。連打で開けるのか。これ長押しにできるかな、設定で。これだ。長押しで OK。耐久が気になりますからね。これでフラッシュライト。紫外線ですね。敵が弱まるのかな。これ長押し OK だ。ほい。あれとは。で、ダイイングライトで言うと、体力がすごいね、減ってしまっても、しばらくすれば回復しますけれど。今作どうなんだろうね。感染者は下げていく。フラッシュライトを消して、静かに行動する。しゃがんでればいいのかな。見つからないように移動しましょう。ステルスも時には重要なゲームですね。お、初めての武器か。パイプ。ほら外したな。まずは距離感をつかもう。スタミナ回復して、大切り。決まった。何？大切りごときでひるまない。あ、はい。こいつらちょっとつもしんだな。ほら紫外線ライト。無理だこれ。きっと、ビーストモードが覚醒するんだ、ここから。やられた。普通にやられちゃったよ。どうした？なんだ。なんか溜まった。ビーストモードだ。今解き放たれる。完全に逆転。今作の売りですね。
今で蹂躙されてきましたが。おー、こちらが蹂躙する側になった。ついに。うわー、この野郎、おらほー。しかし、惜しいな。頭を吹き飛ぶけどね、本来もっと激しいんでしょう、表現は。殴るだけでもね、顔面がへこんだりとか、本来するはずなんですよね。まず上か？スペースでジャンプ。パルクールですね、初めの。次はこっちか。ぶら下がり中に方向転換する。あっちか。お、いけた。意外といけるもんだな。眩しい。外だ。13年ぶりの。そう、今作は、結構こういう山道、それも多いのかな。前作はやっぱり街中主体でしたけどね。で、マップのサイズも多分、縮まってるんですかね。M で。あ、これは主人公。マップはまだ見れない。ジャーナルはあるが、マップあんのかな、そもそもね。装備品には、アイテムレベルやら、パワー数字が書かれてますね。定番の。修理回数2回。どうなるんだろうね。ほい。これで、お宝を奪います。これも恒例ですね。ショベルだ。両手ハンマー。武器は3で切り替えか。山中だから。76みたいですね。なんか見える？でも、全部町なのかな？町というわけでもない。教会か？修道院？ここ修道院で合ってんのかな？サバイバーセンス9。これで周りにアイテムがある場合、探知できんじゃないかな。V が破損しないからね、ダメージはどれくらい入ってるかとか、わかりにくくなってると言われてますね。騒音とデコイ。いっぱいいますね。ミドルクリックだ。あれ？遠すぎた。全然反応しない。蹴りで、ノックバックできますね。おう、殴れば爽快だね、相変わらず。うら！一気にやれる。スタミナ管理は重要だな。おいよ。避けたい方向、どっちができる？スタミナ切れがまだ序盤激しいね。F で静かに倒せる。ステルスアタックですね。テイクダウン。一番上にもいんのか？ E でキック。これ落とせと。おらー！やった。あれ？倒したのかな？さあ、ボス戦かな？リーパー。どうすりゃいいんだ？回避のチュートリアルか。くらい！おら！危ない！避けまくる必要ある。ほい！二段攻撃か。危ない！H 直しで隠しろと。押せないって。戦闘中は。大切り！危ない。切ってる最中も回避可能ですね。ビーストモードだ！おらー！この野郎！圧倒的蹂躙。しかし、敵が体力多い。まだまだ全然ダメですね。チャンスだ。フィニッシュムーブ。ビーストモードでフィニッシュするんだ。なんか背中引きちぎってるけど、ちぎれない。何にもちぎれなかった。これも規制。残虐でもなんでもねえ。新しいビーストスキル。U。カイルがキメラを倒すと、その DNA を自身に注射して、新たなビーストの力を解放できる。今のリーパーを倒したことで、ポイント得られたようだね。チャージスマッシュ。ビーストモードが中程度消費される？これはビーストモード中に使えるんですかね？結構ありそうだね、これは。技がね。レベルアップ。右がビースト。上がパルクールかな。左は蹴り？下。いや、これらはどれも。パルクール技？ドロップキック。やっぱりこれかな。ダイイングライトで言ったらね、まずは。これで敵を吹き飛ばしていきましょう。外には敵がうじゃうじゃいますね。画面中央へのコンパス見ながら進めていきましょうか。くらえ！あらー！早速一つ建物があるけど。入れる？ロックピックが必要だ。持ってるっぽいね。これはフォールアウト式ですね。感触は同じ。最適な場所を見つける。暗いな。明るいつけよう。
敵はいなそうですが、サバイバーセンス。お宝の場所はわかる。なんか見つけた。読み物か。コレクタブル。レジェンダリー。これは高く売れんのかな。壊れるとどうなる？一応まだ持ってますね。ただ一番強いシャベル。これ修理するか。R 長押し。スクラップは結構拾えるっぽいんだよね。あとは改造。モジュールが付けられる。チャームソケットね。前作はチャームを付けるだけでも武器耐久性がちょっと戻りましたけれど。双眼鏡。B で使用。あれは煙か。さらに街を調べる。前作はそういえば、ここに見渡すモードありました。スライディングで、できますね。相手をこけさせること。スライディングで、こけさせた後にね、多分、ストンピングとか、そのうち使えるようになるんで、連続コンボ決まるんじゃないかな。上に到達しましたが、安全区域になった。寝れましたね。今、夜まで寝るにしちゃったかな。夜は非常に危険なんじゃないの。経験値が入ったけど。何にも見えない。これダメだろ、これ。どう考えても。で、そういえば、あれどうなった？パルクールでの経験値とかどうなった？今んとこ何も入ってる感じしないけどね。もしくは、寝た時に経験値が入るとか、そういう感じですかね。今みたいにね。車。燃料補給。車乗れるのこれ。GPS。自動で移動してくれんのもしかして。運転できるぞ、しかし。敵も反応する。音で。で、足元、表示してくれますね。これは便利だ。こういう場所は一応通れる。しかし、やっぱり、パルクールボーナス的な表示が今のところありませんね。そのうち出てくるのかな。登れる場所を探してと。こういう中には、奴らいるのか。サバイバーセンスで、アイテムが取得できる。いますね。眠ってる。昼間は。前方にハテナマークが2つあるけど、そこなんかあるんだろうね。夜のみ、安全な場所。昼間は危険なんじゃないの？ダークゾーン。ダメっぽいな、これな。危険だ。どこにいるの危険だ。やばい。この赤いのやばいでしょ。多分。夜は外は危ないけどね。ああいうダンジョン内は逆に。敵が外に出ていて、危険度は減りますね。拳銃ですね。強いけれど、音がするから、危険な武器ですけど。拳銃、アイテムレベル2。ボディを狙った方が確実かな。弾薬は車両群で見つかる。これバーができそうだね、よく見ると。この使えそうだ。よっこいしょ。爆破。消火栓も使えるか。使える。爆破しない。誘爆した。クリアか。ともいきや、新たなビーストが。この野郎。俺らビースト様だ。やった。雨がすげえ。かなりの人数がいる。何も見えないぐらいすごい。問題ない。この雨やっぱおかしいよな。すげえ滝に打たれてるよもう。ジェイコブ？おなじみのキャラかこれ。滝行すぎるよもうみんな。マップがようやく解放されましたね。これが今作のマップ。2作目が広すぎたからね。ちょうど程よくなってんのかな。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。